も、最強無敵の復讐者ちゃんよ。さあ刀強化6済みの続きやっていきましょうか。なんか違う？別にいいでしょ私でも。決して他の企画で城で出撃した後に黒に買い忘れたなんてことではない。標的は瓦礫の王。今回は異物構成に変更あり。変わったのはここ。刀攻撃力上昇を一つ外して代わりに刀3つで攻撃力上昇と潜在から刀見つけやすくなるの異物を入れたわ。刀3つで攻撃力上昇は発動できれば攻撃力 1.2 倍。刀攻撃力上昇の 1.09 倍を大きく上回ってるわ。普通なら刀3つも集めるのは難しいけどおあつらい向きに刀見つけやすくなるまでついてる。これは使うしかないわね。これも広い意味では刀強化みたいなものだしサムネ詐欺にはならないはず。まあこっちは刀のみじゃなくて発動すれば何の攻撃でもバフかかるから、刀を強化ではなく刀で強化みたいなことだけど。いやそんな細かいことはいいよね。でも3つバフ抜きにしても見つけやすくなる効果はありがたい。リセマラが随分楽になるわ。スカラベ倒して横の破壊石からいつものブツゲット。先に破壊石ドロップ漁った方が良かったわね。大教会でまた火の創兵いじめてたら。うわだっす。まだ刀手に入れてないんですけど。FP も半分以下だし。鳥間商人から FP 買いましょ。今種ダイヤ H は雑魚大量だけど樹齢鈴があれば問題ないでしょ。遠くから安寧者狙撃中。おいなんだ貴様、こっち来るな。弱っ。いやこれは計算通りよ。死に戻りで FP 全開。足りなそうと思ったから相手の死亡ね。よしひとまず1体目安寧者撃破。次は飛ばされる前の大教会を裁縫。ついでに倒して FP も回復したい。お、長牙が来たわね。リーチクソ長の当たり武器。もう1体の安寧者の前にさっきのコンシタをしておきましょ。安寧者倒した後はめちゃくちゃ柔らかくなるからね。あ、間違えて鈴鳴らしちゃってた。ダメダメ、刀手に入れた後は使わないつもりだったのに。持ってるからいけないのよ。もう刀拾ったらすぐ捨てましょ。梶村の鉄箱で胆石にゲット。強化を済ませてー。さてあとは安寧者を倒すだけ。うわここは乱闘してないのか。これは死の騎士に気づかれたら面倒ね。こっち側に寄せて倒しましょう。こんな狭い場所で安寧者と戦ったことないんだけど。フレデリックで何も見えない。本当に見えないって、これ戻した方がいいまであるわね。こんな家の裏でやる攻撃じゃないでしょ。近所迷惑よ。ともあれなんとか撃破。雨がギリギリだった。死の騎士倒してる時間はなさそうね。変みたいだし。さて1日目夜。前座は森の中で熊さんに出会った。なかなか強敵だけど刀の相性はいいはず。斬撃も出血もね。とりあえず1体。思ったより時間かかるわ。キャピ。嘘今の当たる？相変わらずあの飛びかかりの持続半端ないわ。足に当たったのね。とりあえずそれ以上は被弾せず撃破。一応さまようチクックは忘れず購入してあるからあと1回はやられても OK。まあ死ぬことはないかな。大赤熊はむしろ得意だし、普通の熊より。ほへ？よふ。はは。は、私復活。これは安寧者の力。1回分復活得したわ。大赤熊がどうしても私と外したいって言うからさ。まあファンタってやつよ。このジルラシ、以前はジャンプ回避で攻撃してたんだけど、最近もうロリに統一するようにしてるわ。そっちの方がなんか安定する。微妙に空中にも反省あるのかなんかジャンプタイミング悪いと食らっちゃうのよね。こいつに限らずナイトレーンのボスは戦う頻度が少ないからなるべく戦闘中に考えることは少なくしたいわ。特に夜ボスは別に焦る必要ないからね。せめて後より安全チャート、これに限る。大方向、これの対策は簡単。ガードで受けるだけ。スタミナ回復の時間考慮しても十分反撃入れられるわ。大事なのは絶対にローリングしないことね。攻撃判定は1回だけど持続は長いからロリ回避は無理よ。おっとまた回避ミスった。でもノーダメージ。やっぱナイトレーンのボスの強さは属性か否かもかなり大きい部分を占めてるわね。物理のみの敵はそれだけで弱い。
この刀でどうやってこの方向をガードしているの？野暮なこと言っても仕方ないけど。はい、これで終了ね。結局ハブ以外のお触りはなし。当然ね、私はアイドルみたいなものだし。2日目は安寧者いた雷かジムだから。弱体化入ってるとはいえ変異体は硬い。結構時間かかっちゃった。その後は火の戦車隊。いついかなる状況でも簡単に倒せるボーナスステージね。アジン獣を倒してブルービトロルも失血死させてなんかさっきから変異体ばっかね。他に行くところないから聖域大教会で侵入者でも倒そうかと思ったけど、夜の魔女、ちょっときついか？せめて周りの雑魚がいなければ昼間せゴリ押しできたかもだけど。あぶ。いやダメだこれ。もう諦めよ。諦めると言ったな。あれは半分本当で半分嘘。上のあいつは無理でも下のお前は倒せるのよ。変異体だろうが聖域だろうが雑魚は雑魚。やっぱ正解。侵入者に地下に潜れる機能がないおかげね。さてじゃあ最後の知恵向かいましょうか。武器は HP 最大時カットアップ2つに両手持ち攻撃アップと近接攻撃アップ。なかなか悪くないんじゃ。刀3つ攻撃上昇忘れてたー。最悪だ。現在では刀普通に何個も出てたのに。これじゃ前回より火力下がってるじゃない。いや仕方ない。もう今から武器は拾えないし。レベルは12まで上がったし HP 最大時カットアップ2つでワンパンはされないだろうから諦めて地道に戦いましょう。さて2日目夜ボスは心中しちまい。来たわね、ついに。こいつは近接だと全夜ボスの中でも最強クラス。被弾せず戦うのは非常に難しいわ。ムーブの強さが顕著なエルデンリング DLC さんの大ボスなのだからむしろ当然なのかもしれないけどね。もちろんある程度の練習と対策はしているのだけど、今は思い出す作業中で様子見。こいつの厄介なところはなんといっても密着時の爆速噛みつきコンボね。あれがある程度張り付きで無被弾はほぼ不可能に近い。一発入れて即離れるヒット&アウェイ戦法を取らざるを得ないわ。ただし私は焦りとではないしここは遠野町ベルラートでもない。夜あたりだからこそ、疾走できるからこその攻撃チャンスも探せばあるはず。例えばここ、疾走があればブレスの時に簡単に回り込んで攻撃できるわ。これはダッシュだけだとちょっと難しいわね。回転突進は前乗りして攻撃チャンス。ブレスはローリングオッケー。普通にタイミングミスった。密着拒否があると言っても第一段階はまだまだ簡単。こんなところで食らってたら先が危ぶまれるんだけど。本編 DLC との大きな違いの2つ目がフィールドね。向こうでは四角い狭めのフィールドのせいで壁に追い詰められやすかったのが強さの一因でもあった。カメラが荒ぶりまくって敵が透明化してロリ連打するしかなくなるのも決して珍しいことではなかったわね。こっちではフィールドは円形、しかも壁はなし。向こうより圧倒的に戦いやすいと言えるわね。つまり総合すると心中しちまいは実質弱体化された？こっちなら近接でもまだ組みしやすい？実はそういうわけでもないのが大変なところ。ともかく今晩は第2段階から。そなこれが例の爆速噛みつきコンボ。言ってる間に来たわね。まず最初は雷形態。けれど最強もこの形態。それは本編と同じなんだけど、新たな問題は他にある。ピッ。出たわね。攻撃時の周囲落雷展開。これの範囲が本編 DLC に比べて大きく広がってる。これがこの形態を最強たらしめてる理由。本編だと一応攻撃を放置して後ろダッシュしてれば壁に追い詰められない限りはほぼやり過ごすことができてた。けれどこっちでは落雷展開がキャラの後方にも設置される関係でロックオンしながら後ろに下がってるだけでは完全退職か。そしてノーロックだと、いやそれはまた後で話しましょう。お次は吹雪形態。これも雷ほどではないけどなかなか厄介。攻撃時地面に霜が展開されるからローリング回避が非常に難しくなるわ。ただ雷みたいに強化要素はないから安全重視なら後ろにダッシュしてるだけでほぼ全て対処可能。けれど避けてるだけではもちろん終わらないからある程度攻撃していかないと。攻撃ポイントの一つはこの心中霜踏み。あとはこの倒れ込みも1避けから急いでダッシュ攻撃入れるのも良いでしょう。雷形態でほぼ攻撃できない以上ある程度無理してでも攻撃入れたいわ。そして最後は嵐形態。これは癒しね。他2つに比べて攻撃が優しね。ただ一つ一つの攻撃の判定がバカでかくなるから遠目でもしっかりローリングするのが大事。まあ癒しといっても結局引きは少ないからなかなか簡単に攻撃入れられないんだけどね。回転突進が途中でキャンセルされたり回転ブレスしなかったり隙の大きい攻撃が減るのもちょっと困ったところ。意外と吹雪形態の方が攻撃しやすかったりする。
あと本編だと HP60% で第2段階なのにこっちだと75% ぐらいに引き上げられてるのも地味な強化ポイントね。続きいいよ。ずっとそのままでいて。この真珠霜降りが全体通して一番の攻撃チャンスかな。頻度もかなり高いし、ジャンプ攻撃は R2 より R1 の方がおすすめ。どうせ耐性崩しは非現実的だしね。あとスキとスタミナも考えるとジャンプ R1 でいいわ。そして大技3属性連撃。ここは実は攻撃チャンス。突進回避後 R1 に3発は入る。最後の倒れ込みもジャンプでかわしてそのまま攻撃。勢い余って飛び越えて使っちゃったけど、仮付き高速攻撃は後スキでかいから攻撃チャンス。これだけは全形態で変わらない唯一の確実な攻撃ポイントね。そして2回目の最強雷形態。私に敵はありません。だから攻撃しないでください。雷の槍は着弾時の落雷全開を無視できるからジャンプ回避推奨ね。ただし距離が近すぎるときはジャンプだと当たったりするから注意。さっきも言ったように雷形態は周囲の落雷ケアでノーロック弾逃げがりそう。ただそれを許さないのがこの雷の槍ね。そこそこの発生の速さで撃ってくるから心中しちまうから目を離すのも不可能。それで見えない位置の落雷に対処するなんて。じゃあ、本当に無理。今回は HP 最大時カットアップコモンアンコモンの2つあってこのダメージ。素の状態なら落雷でギリワンパンまである。認めてやろう。この私がお前を最強と呼んでやる。また3属性連撃したわね。この時の嵐回転突進は実は本来のものと違う。嵐状態の回転突進は判定大きいから頭先記事にローリングキックなんだけどこっちは不要になってるわ。つまり今の回転突進は第一形態の無属性のものと同じということね。要するに3属性連撃ではなく実際は無属性連撃と言ってしまっていいのかもしれない。はいはい、また問題のやつが来ましたよっと。まだ HP は半分か。先は長いわね。雷形態はブレスも他より弾速が速い。ただでさえ強いっていうのに。落雷警戒。危な。今すぐ後ろだったわね。ノーロックで後ろにいるやいなやすぐ雷の槍。マジで厳しすぎる。諦めてロックオンして後ろ下がるのを控えめにする方がいいのか。でも下がらないと次の攻撃が厳しくなるのよね。未だ正解わからず。回転突進はむしろありがたい。しばらく雷の槍は撃ってこないってことだからね。安心して後ろ見ながら離れられるわ。それにしてもまだ雷形態は一発も攻撃入れれてない。いやもともとそういう方針だから仕方ないのだけど、全体の3分の1が一切攻撃できないってなるとそりゃダメージも出ないわよ。結局はここね。真珠霜降り待ち。こっちが使っても弱いし敵が使っても弱い。霜降りの名がなくは。そして3属性連撃も攻撃チャンス。刀なら突進あとは R13 発まで入りそうだけどひよって2発までにしてることは秘密ね。よしそこそこ稼げた。連撃あとは毎回付属形態になってくれるのも嬉しいポイント。回転ブレスも一応攻撃可能。2回ジャンプで避けてから最後にジャンプ R2。もう一発は、入りそうで入らない。はい、その飛行ありがとう。失血した。運よく殴れる攻撃が続いたおかげだわ。間に雷挟むだけで耐性削りも状態異常も全部消えちゃうからね。よぎ。2回避ミスった。嵐形態で食らうのはもったいない。うわ全開できないし。まあ大丈夫。あまりに余らせた SP の使いどころよ。お取りよろしくセバスチャン。はい、回復完了。SP 一切気にしなくていいのが近接の利点ね。そしてまた3属性連撃。ダメージの半分弱はここで稼いでもう半分弱は真珠霜降りになってるわね。ボブホ。ミスった。後ろ飛ぶのが遅れた。最後の倒れ込み。かなり軸合わせが強いから油断するとすぐ食らっちゃう。オッケー。つかみ攻撃の後 R1 に発いけると思ったんだけど、無謀だったか。まあいいわ HP ミリだったし、まだ無料復活分だし。3属性連撃、次は失敗しない。しっかりお尻の近くを維持してジャンプ攻撃。それでいいのよそれで。倒れ込み時はノーロック推奨ね。ロックオンしてるとたまにカメラが荒ぶって難しい。わーいシコ。私シコシコ大好き。
ブレスも攻撃チャンスとは言ったけどちょっとスタミナが怖い。結局シコが一番安全かつ簡単な攻撃チャンスだわ。吹雪時の回転突進は後ろに下がるだけで OK。霜と氷嵐があるからロリ避けは推奨。回転ブレスをジャンプ攻撃ね。回転突進後の回転ブレスと立ち回転ブレスは実は結構違う。持続や射程以外に実は回転速度や射出位置も違うから攻撃の差し込み方も微妙に変える必要があるのよね。まあそれはまたいつか話しましょう。ともかくこれで心中獅子舞撃破。一回死んじゃったけどまあ無料復活分だからよし。かなり被弾しちゃった。まだまだ甘いところが多いわ。3日目。武器は変わらずでアイテムは上々。地味にタリスマンがいいわね。炎攻撃上昇と出血時攻撃アップ。炎の長牙と素晴らしく噛み合ってるわ。さあ行きましょう。まずは第1形態、半楽のストラゲス。でもむしろこっちが本番ね。ソロ深き夜チャレンジでやった時。獣の石の近接戦闘したら厳しいのは衝動ではなくこっちだった。雑魚に邪魔される以上安心して近接戦闘できないのよね。ここを突破できれば衝動なんてもう100倍速で流しちゃってもいいぐらいよ。まあとりあえず雑魚圧始めるまでは倍速で。はい弾もしっかり近距離回避。間に攻撃も差し込める。火力は結構出てるわ。でも問題は殴れるチャンスが減る後半だからね。お、体勢崩し持った。薬膳ダメ。効いてるわ、刀攻撃力上昇が。さて半落第2段階。問題はここからね。肺の雨によるスリップダメージ、それに伴う HP 最大時カットアップの無効化。さらに周囲の肺間欠点も怖い。間欠点もストラゲスの攻撃バフが乗るからバフ数次第では普通にワンパンされるからね。でもやっぱり一番の問題はストラゲスの足が遅いこと。雑魚と分断したいのになかなかこっち来てくれないのが一番イライラする。雑魚もストラゲスじゃなくて私の周りに湧き上がるのも厄介なポイントね。アップな。今 HP 最大時カットアップが効いてたから言ったけど、肺発症がコンマ数秒早ければ死んでた。命拾いしたわ。でもここからはもう HP 最大時カットアップは効かない。ストラゲスの強さの一つよね。せっかく周りに雑魚いないところだったのにその攻撃はもったいない。後引きに一発。衝動だと結構後引きでかかったはずだけど半落だとそうでもないのね。近接攻撃だと入れられて一発二発が限度かな。でまた3連勝撃破。今度は周りに雑魚結構いるから悪くない。一層よろしく。あがだだ。危な。あんなんで死んだら大バカ者欲しい。なぜ玉投げを真正面から食らったのか。これはローリングしようと思ったら右が左ステップからプルンと滑ったからです。みんなもたまにあるよね。HP は残りわずか。なんならここで終わらせる。ここでそれか。今足使って食らいながら攻撃続ければ終わってたか。まあ仕方ない。もうちょっとなのにデカブツくんがいっぱい湧き始めて最悪。なんもかんもストラゲスの足が遅いのが悪い。はよこっち来い。そうそう、それでいいのよそれで。これで終わり。やっぱり半落は大変ね。一回瀕死で聖杯も3つ使わされちゃった。でも思ったよりは早く終わったかな。ソロ深き夜編で獣の石でやった時はもっと苦戦したような。私も成長してるのかも。さあ衝動行きましょうか。先の宣言通り100倍速しちゃっていい？いやだってソロ深き夜編で実質近接でほぼやっちゃってるしね。やることマジで同じだから。演劇でインチャだけしておきましょ。なんで等速にする必要が。まあ最終盤くらいはね。肺の雨と間欠点の一番苦しいところね。これを残り HP20% ぐらいまでしてこないのは本当にストラゲスの良心を感じるわ。まあそれでも私にとっては何も悶着。間欠点。HP 最大時カットアップが効いてこのダメージか。肺発症前でよかったわ。方向連撃は演劇ずっとしとけば結構当たることに途中気づいた。4連勝撃破ね。一旦ロック外して退避。間欠点ないのを見てから振りブコ。
結線あるじゃーん。ちょうど手前の間欠線に隠れて、しかも茶色の地面の見づらいところに。どうしていつまで経っても無品種討伐できないの？どいつもこいつも。まあいいでしょう。これで終わりよ。お、ちょうど体勢崩し。なら致命で決めちゃうわ。イエイ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 。刀。最強。というわけでストラゲスに無事勝利。常世かなメスと倒したら終わりにするとは言ったけど、でもさすがにこれでは終われないわ。刀3つ攻撃上昇も発動できなかったしね。夜に飲まれよ。時は満ちた。我こそは煉獄王月漆黒のレブナント、あらゆる断りを超越せし不可侵の絶対レイド。さあ、宴の始まりよ。深淵の底で笑う混沌獣よ、我が狂気の刃のサビとなるがいい。はい、ここからはあなたたちにわかりやすいように簡単な言葉でいか略。まずは乙女人形変異体を鈴で呪殺。でも刀は出ず。隣の風浪で意味語。でも今思ったら風浪は武器でないからやる意味なかった。まあルーン稼いでおきましょ。ほえ？お次は中央砦のるつぼやり。変異体じゃなければなんとかいけるでしょ。半分削ってもう FP ピンチ。一旦祝福行ってきまーす。帰ってきたらまだそんなところに。そこだとちょっとやりづらいんだけど。元の位置で待ってんだけど、来ない。どこ行った？あいつ。マジで消えたんだけど。どうしよう。透明化して戻ってきては、ないみたいだし。仕方ないから宝箱でも漁るか。死残血が。なんか拾っちゃったわラッキー。まだレベル的に使えないけど後半はこれでいいわね。その後しばらく消えたる壺槍を捜索。なんかこっちから鎧の音が。いたー。なんでそんなとこにいるのよほんとに。おかげで貴重な時間を結構奪われたわ。死残血がは出たけどまだ使えないから呪霊鈴使ってもよし。二重はいいけど刀ではない。結局洗剤から刀でなかったわね。出やすくなるって言っても所詮 30% 程度だからこんなものか。さっき死残血が拾えて本当によかった。祝福でレベル7にしてようやくレア武器解禁。さあ屍の山を傷つきで川を作りましょう。余談。今まで追加は見てなかったんだけど現在アマプラで一気見中。今半分くらい。余談終わり。修復前に火の戦車隊だけ倒す。死残血がの強さはまだわからず。おっと刀をちゃんと集めないと。火力機体もついてるのはめちゃ美味しい。夜ボス鈴玉狩りの前座の強行士。そろそろ使っちゃっていい？これがシシルイルイ。強い。あれだけで出血込み出てんだね。一瞬で出血するわね。さて本番だけど、まずはヘレンに頑張らせておいて。あ、呪霊鈴ってとかないと。よしここから遠慮はなし。行くわ、シシルイルイ。レフン。ちょっと調子乗ったか。でも攻撃連続時カットアップのおかげでワンパンでもないわね。これなら負けることはないでしょう。ヘレンもやられたしさすがにここからは地味にチクチクやりますか。お、体勢崩し。ここは致命より戦利で。ちょっと足りなかった。はえ？ごら。これでも生きるのが攻撃連続時カットアップレア。今のは2段ジャンプが出なかった。ちゃんと鈴玉狩りに密着してないとね。とりあえず終わり。強い上にかっこいい。死残血がしか勝たん。2日目はまず近隣でお放つみ。お、3本目の刀来たわね。これでようやく、刀3つ攻撃アップが発動よ。さて恒例のアロレ騎士長落とし。完璧。生まれてこの方失敗というものをしたことがない。それが私。さてもう一体の方も。シシルイルイツッピョ。やっとこの範囲よね。どこ集団にも強いのがナイトレインのゲーム仕様と噛み合ってるわ。もちろん単体相手にも強い。と。いややっぱりすごいわね。これ。アルトナイトでは別ゲーだわ。次は獅子の魂。
いつもなら通常フィールドボス1体倒すにもそこそこ時間かかるけど。いやえぐい。こんなに強いんか。朝木夜とか獣特化で出撃してる時みたいな落差。ますます感じる普通の刀との落差。ただし残血側は炎属性だからグラディウスには相性が悪い。無属性の刀を強化しておくために攻防に寄り道中。村で買い物と強化を済ませてー。砦地下来たら王族の勇気。変異体はやめてね。知ってた。回復あるけど1体は戦利で。アースで保険をかけて。クライマックスでも生きる。そうアース中ならね。自分の回復と攻撃を同時に、これが私の天才技術。でも本当にこいつ体力多すぎだって。ただでさえ通常フィールドボスの中でダントツの HP が砦地下だとさらに 1.5 倍。残りこれだけでもきつい。安全に行くなら一旦祝福まで戻って回復連打だけで削り切る方がいいかもね。いや祝福まで戻るより一旦死ぬ方が早いか？ここだと大体入り口前に飛ばしてくれるしね。あでも確か部屋の奥の方で死ぬと全く逆側に飛ばされるから注意。あの石彫りとかスカラベがいる北西側ね。あっち飛ばされると戻るのにかなり時間かかるから最悪よ。それ考えるとここだとできるだけ部屋の入り口側で戦った方がいいのか。今はダメなパターンねこれ。カメラも荒ぶりまくってるし。まあ私にかかればこの通りだけど。かつては苦手と言ったけどあなたの動きはもはや全て見切っていると言っても過言ではない。もうクラウチクラちゃう。あ。ブナ。HP と SP がかつてないほど短い。だがそれは相手も同じ。勝つのは貴様じゃない、この私よ。種が少ない飛び込みの後は追撃1回。終わりよ。イエイイエイイエイイエーイ。ご視聴感謝、また見てね。冗談はさておき。最後収縮前に音調でも買っておきますか。レベルは12あれば十分だしね。13以降は伸びが小さくなるからこれが最善でしょう。にしても今回はいい武器のラインナップ。過去最高の出撃だったわ。さあいざ2日目夜へ。ちょっとなんか危ないもの浮いてるんですけど。あれって収縮終わったらどうなるの？さすがに消えるよね。もう前座も出てきたし。あ。これは、やばい。ただでさえ今まで前座の雑魚に手を焼いてた。ボス出てくる時間制限ギリギリまで戦ってなんとか倒してたのに。いやでも私には死残血打がある。今までとは違うのよ。サクッと終わらせてやるわ。幸い今回の夜の勢力どもは皆出血が効く。トロルとか大弱点みたいなものだしそこだけはラッキーね。意味後の呪霊はいつか失踪で避けれないとか言ったけど、ローリング3回するだけで OK ね。失踪でも斜め前なら普通に避けれる。真横がダメなだけね。それが一番やばい。範囲広すぎだってあれ。時間かけてたらダメね。ちょっとゴリ押しでもいいからすぐ始末しないと。可能なら集団を先倒して味方資料を作りたい。固まってるあっちね。来る入りの予兆を確認、電力退避。あれがマジで怖すぎる。よしここなら。死残血が最強、死汁ウ最強ギア。すみません最強は来る入りです。だから撃つのやめてください。ブレスもやめろ、せめてお前ら同士撃ちしろよ。なんでフレンドリーファイアないのよ。でもあったまった。これで特攻する。行くぞ。範囲が広すぎ。発狂トロルも2体まとめて。最後の一振りは出さない方が効率 1.1 で見たから基本2セット目までで止めてるわ。味方資料も結構できたしこれなら大丈夫そうね。基本的に振れば必ず出血する。出血すれば敵の攻撃もキャンセルされるからこれ思った以上に安全なのね。HP が少ない敵、もしくは出血でひるむ敵にはこれブンブンしてるだけで相手は死ぬというわけか。死残血画の強さ、ようやく本当の意味で理解できたかもしれない。さて夜ボスは意味鬼。襲撃イベントでもよく戦うし今から来て女性。やられた。味方資料狙いからの突然のターゲット変更。ラガーで資料がやられたのでしょう。うかつだったわ。いきなり開幕から無料復活を消費させられたけどまあいい。この後全てノーミスならいいだけなので続行します。こいつも死汁衣類でさっさと終わらせたいけど、さすがに入れられるような大きい隙は限られてくるわね。やり投げは近づいて攻撃。疾走のおかげでかなりの距離からでも安全に攻撃ができるわ。ジャンプ回転斬りを後ろに回り込んで死汁衣類を叩くコンビョホ。
回り込みが甘かった。1000年ぶりに食らったわ。まあ仮に避けれても戦技は打てなかったんだけど、SP 切れてるからね。迷ったけどここは成功使う。どうせ3日目そんなに使わないでしょ。グラディウスには死残鉄馬じゃなくて長牙でやるつもりだし。今はとにかくこの武器をブンブンしたい。そういえば前回のコメントで異物の刀攻撃力上昇は戦技や両刀には乗らないってあったわね。マジ？そんな感じしなかったけど。さすがに居合とか実際に刀使う戦技には乗るよね。乗らないのは遠距離系のやつだよね。獅子類類だったら血人部分には乗らないってことかな。だとしたら6積み強化が乗らないであの強さなの？それはそれでとんでもないわね。さっきから地味に結構食らってる。敵体力まだまだあるのに。やっぱ戦技使えないと他の刀と変わらないわね。ようやく次の段階。この時地名取れることいつも忘れるわ。同じ形態以降のひるみでも次期の君主とかは地名取れなかったよね確か。紛らわしいわ。遠隔樹血斬撃は一旦ヘレン召喚。離れながら疾走で避けて。最後の攻撃に合わせて疾走で急接近。これで攻撃チャンス、獅子類類を食らいなさい。出血なしでも1600ダメージ。単純に火力も強い。連続ダガー投げは使いとある回避できない。より避けはシビアだから非推奨。もうさ、アーツでゴリ押していい？追加はブンブンしたいよ。ほらくらえ。気持ちよ。チクチク R1 やってるのがバカらしくなるわ。側転すれ違い切りの後は正面にいればジャンプ回転切り。と思ったけど違った。エンチャント時はそれだったわね。アーツ切れた。ゴリ押ししすぎた。通常商人から買い忘れたからもう後がない。ちいかわに見入られすぎか？今まで冷笑してきたちいかわブンブン丸に私がなってしまっている。でも仕方ないわ、この武器が、戦技が強すぎるのが悪い。私は悪くない。単純に見た目もめちゃくちゃかっこいいしね。ところでエミオニって第2段階から樹血エンチャントするわけだけど、エンチャントって実は移行時の最初だけなのよね。しばらくしたらこんな風にエンチャント切れるんだけど、そこから2回目の樹血エンチャが来ることはない。本編だとそんなことはないわよね。樹血斬撃やつかみ攻撃も行わなくなるからもはや第1段階と同じ。樹血モードが苦手だったらしばらく逃げ回ってるだけでいいんじゃないかな。そろそろ終わらせます。はい終了。戦技力さえ抑えれば食らうことなどない。でも獅子類類ないと時間かかってしょうがないわ。3日目。グラディウスは戦術の通り無属性の長牙でやります。あってよかった。あと2つどっちも炎属性だし。なんか炎属性拾いやすいのよね。火の僧兵、火の戦車隊、明石式士、とソロ近接でも倒しやすい敵が多いからかな。通常グラディウスか。残念。ならまあサクッと終わらせますか。ところを極めた私が今更通常に苦戦するはずもなし。目標はノーダメージ撃破ね。死なないのは当然。もしも死ぬことがあったら英樹の麓にでも埋めてもらって構わないよ。食らっちゃった。でもバリア冷薬で9割カットしたから実質ノーダメ。このためにぬくもりも用意してるしね。ようやく分裂きた。まあでも衝撃波のない分裂などは。それそんな食らうの？っていうか正面にいたらダメなの？そもそも存在も忘れていたけど。そっか分裂時はトコヨとモーション全然違うのか。トコヨだと向こうから勝手に避けてくれる感じだから完全に油断してたわ。さすがにそれ以外は大丈夫ね。第2段階の合体形態だけど、トコヨと何が違うのかめちゃくちゃあやふや。まずジャンプ突き刺しがないんだっけ？いやあるのはあるんだっけ？追撃がないだけ？この噛みつきも爆炎を伴わないから別に距離当てなくてもいい？と。いつもの周囲炎ブレスからの高速移動、叩きつけ大爆発もないよね？だったら密着してても問題ないのかな？通常グラディウスとソロでやったこと実はほとんどないかも、今考えたら。多少あっても大体遠距離で倒してただろうしそりゃ動き知らないわ。いやまあほとんどはトコヨと一緒だから知ってはいるんだけど。二人剣の攻撃も炎が付随しないから避けやすいわね。最悪ガードでも良さそう。やばく分裂きた。危ない危ない。分裂時に炎になってからの動き方。なんかよくわかんない感じね。今は2体が近いまま移動して残り1体は遠くに。その1体もリーダー個体というわけでもないし。検証したいけどそのためだけに通常グラディウスに潜るのは面倒だな。
余裕あるし分裂時も攻撃しちゃうもんね。常世だとさすがに怖いからしないけど、通常なら大丈夫ラブ。2連かみつきは後ろ寄りだね、と。これをみんなに紹介したかったからわざと食らってみた。つまりそういうことだから。聖杯もったいないしぬくもり石も使い切ったから恒例のおとり回復作戦。あれ最初の方向にも攻撃判定あるんだ。マジで初めて知った。ガードできたけどその後の炎塊また食らっちゃったじゃない。あの炎塊地味に移動速度遅くてぬるっと動き始めるのが厄介ね。炎衝撃波飛ばし。でも確かそれって。だよね、一発だけだよね。楽すぎ。というか3連であろうと空なら最初のバックステップ引っかかりようがないから何も問題はないわ。また分裂時の方向食らっちゃった。通常でもこれ警戒するならあんまり密着はダメね。まあダメージは大したことないけど。と言っても低いハルモやストラゲスの方向みたいにゲージ見えないレベルの微小ダメというわけではないみたい。さっきのガード下の見ても単発だからガード受けでいいのかもね。正面見てもタイミング自体は十分この塊避けるのには間に合いそうだったし。今回も無事分裂終了。セバスチャン出して回復を。ほえ？油断した。脱体で消える前の最後ってまあいいわ。とりあえずもう一回おクリア。嘘でしょ。まさかの私が2回瀕死？通常グラディウス相手に？ちなみに今セバスチャンを出した理由はおとりにして回復しようと考えたから。でもソロだと復活時に体力満タンになるから回復する必要はないのよ。どうしてもマルチのイメージでたまにこれやっちゃうわ。聖杯無駄に1本飲んじゃったりね。そんなことよりヤバいんですけど。もう復活ないんですけど。意味を耳さまよう祝福1個消費したのが悔やまれる。やばい電力対比。別の方向行ってくれたから助かった。今回は3体とも固まって移動。あれの移動方向本当によくわからない。方向食らって方向に惑わされる。さすがに怖いから常世と同じように一発入れてヒットアンドアウェイ。よし、そろそろと思っていたのよ。離れてさえいればまあ問題ないわね。分裂状態は問題なくやり過ごしてそうだ。せっかくだからこれで。食らいなさい、死眼血が、父上。他愛もない。またつまらぬものを食ってしまったわ。というわけで無事勝利。ノーダメージは無理だったけどノーデスは達成ね。ノーデスだけど死ぬとはつまり雄大度、私がしたのは瀕死よ。だから今回も無視勝利です。私の勝ちです。結局通常夜の王だったからこのシリーズまだ続きます。福音の鐘が鳴り響くとき、因果の交差点で我らは再び開校する。